皆さんこんにちは、メストリングスです。今回はこちら、新しく発売されたランダムブースターボリューム1のパーツを使って 3on3 デッキを作ってきたのでバトルしていきたいと思います。今回は私野水航とつぶやきさん太郎で対戦していきます。よろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。行きましょう。それではシュートポジションを決めるじゃんけんをしていきます。最初はグー、じゃんけんぽい。左側でじゃあ右側で。お互いのファーストベイ、せーの。じゃん。シャークエッジ 360N。 ウィザードアロー 380HN。 ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。こっちがリザードアローに2ポイント。やったぜ。いやでもシャークエッジの攻撃力やばいな。やっぱりお互いのセカンドベイ、せーの。じゃん。ドランソード 460LF。 シャークエッジ 460N。 セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。さあこっちは真ん中で構えてカウンターする形。こっちは危ない。いやこれダメか。どうだ。どうだ。フィニッシュ。ドランソードに1ポイント。よかった。いややっぱシャークエッジ結構こう楕円っぽい形してるからスタミナはそんなないんだな。お互いのサードベイ、せーの。じゃん。ウィザードアロー 480D。 ドランソード 360LF。 サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴーシュー。オーバーフィニッシュ。ドランソードに2ポイント。よってこの勝負は野水航選手の勝利だ。やったぜー。はい、ということで今回はランダムブースターボリューム1のパーツを使って 3on3 バトルをしてきましたがいかがだったでしょうか。いや、やっぱ新しいパーツのシャークエッジ、使ってみたら攻撃力がものすごいね。そうだね。ちょっと今回の動画ではねあんまりそのいいところは見せれなかったかもしれないけどやっぱりこうシャークエッジはね攻撃力がいかれてるっていう。そうちょっとね、1戦目の俺が使ってた方のシャークエッジはこっちがオーバーされちゃったんだけど、その動画の外で何回か試しで打ったりしてたらもうやっぱ攻撃力がすごくってめちゃめちゃ吹っ飛ばす。正直攻撃力だけで言ったら俺はドランソードよりシャークエッジの方が攻撃力があると思ってる。いや間違いないかもしんない。でただそれがでもじゃあドランソードは弱いのかって言われたらそうじゃなくって、ドランソードはアタックタイプの中でもちょっとバランス寄りみたいな感じで、シャークエッジはアタックタイプの中のさらにアタックタイプみたいなイメージかなって思うかな。そうだね。さっき俺が実際にドランソードとねシャークエッジで対戦した時もそっちが確かローフラットのビットを使ってて、こっちがねニードルを使ってたんだけどこっちの方が持久力では負けてたね。もちろんそのぶつかり合ってさスタミナが削れたとかはあるかもしんないんだけどちょっとなんかシャークエッジはスタミナはさすがにないかなっていう印象があるね。ただほんと吹っ飛ばし力がめちゃめちゃ高い。なんかベイがぶつかった瞬間にものすごい音がしてすごい勢いで吹っ飛ぶから正直ちょっと怖いぐらい。わかる。これ一応今スタジアムの下はね滑り止めを敷いてるんだけど、今回のバトルはそんなに動いてなかったかもしれないんだけど試しでやってた時ね、信じられないぐらいスタジアムが動いてそう滑り止めがあってもめっちゃスタジアムがね、動いてたよね。一応ちゃんとね滑り止めはここちょっとだけ見えてるけど下にしてるんで、そんなに簡単には動かないんですけどそのスタジアムすら動かしてしまうぐらい、どっちかというとやっぱなんかスタジアムが浮くぐらい、イメージとしては攻撃力があるから、いやーシャークエッジ結構期待できる
パーツかなとは思ってます。いや本当、アタックタイプが好きな人は絶対持ってた方がいい、シャークエッジは。で今回お互いニードルだったかな。そうだね。まあ俺はやっぱりそのシャークエッジの一応一つのコンセプトとして下から殴ってくっていうのがあったから、まあニードルも結構傾くし、身長もねそんなにめちゃめちゃ高いわけじゃないから、低いラチェットとニードルを合わせて相手のラチェットを殴るみたいなイメージで組んでみたんだけどね。そっちはどういう感じで？同じで、ニードルだったらちょっと斜めになりやすいからラチェットに直接攻撃もできるし、あと自分自身が真ん中にとどまりやすいおかげでベイとぶつかる回数も多分増えるんだよね。N だとその両方がフラット同士とかだったら当たらない場面も出てくるけど、そうだね。自分がニードルやっとけばちょっと当たる回数が増える。でニードルで自分が待ってて相手がぶつかりに来た時でもそのシャークエッジの吹っ飛ばし力は発揮されるから、結構ニードルとの相性いいなって思う。あとさ、エクストリームダッシュをした時のここから真ん中に行く動きってさ、結構ベイがやや宙に浮くじゃんね。このスタジアムのこのくぼみ分ぐらいさ、高さが違うじゃんね。だからよりシャークエッジの攻撃場がその吹っ飛んできた相手のラチェットに当たりやすいっていう意味でも、そのこっち側にね飛ばすことができないから、オーバーとかエクストリームはちょっと取るのが難しくなるかもしれないけど、バースト取るっていう意味ではね、いいカスタマイズかなとは思ってます。あとヘルズサイズのさ、まあ480、380とかがさ結構強いって言われてた中で、今回身長の低い感じのパーツとか下から殴る系のベイが出てきたことで環境も変わるかなとは思ってる。今回ねヘルズサイズはお互い使ってないんだけど、ベイもバーストとかねオーバーとかではさすがに厳しいところはあるから、こう大会でも全然使えるポテンシャルはあるかなとは思ってるね。使えるねこれは。でもやっぱりさっき言った通り、ドランソードの方がまあ持久と攻撃両立するんだったらおすすめだし、スタミナとか全然知らねえっていうタイプの人だったらシャークエッジの方がお気に入りになるというか、気に入るようなブレードかなとは思いました。問題はねちょっと入手しづらいっていう。そうだね、ランダムだからね、なかなか運がないと。そうね。あとランブー自体の入荷数も今回ちょっと少なめでさ、そもそも買うこと自体が難しかったりしたよね。そう、俺の行ったところはね、多分その一つの箱かな、12個かそれぐらいか入ってると思うんだけど、それぐらいしか店頭に並んでなくて、でまあ僕は4つ買ってね、見事シャークエッジを外すというそう、他の人も買うからさ、あんまり全部買うのは良くないなと思って4つぐらいにしたんだけど、まあ見事シャークエッジは手に入らずということで、今回私が使ってるシャークエッジはありがたいことにつぶやきさん太郎からのいただき物になります。ありがとうございます。ありがとうございますいやーやっぱみんな使いたいだろうからね今回俺はちょっと運よくシャークエッジ何個か当たったから、ちょっとみんなで使いたいなっていう思いで。助かりました、マジで。動画も撮れないかと思ったもう頭上がんねえっす。あれ4つあげた時、もう俺頭の中真っ白になったもんだってチョメマルは購入制限1個だったからね。そう、で1つしかね、店舗によってね1つしか買えないってところはさ、もう6分の1だしさ、あと恐ろしいことにさ、同じ店舗でさ4つ買うとさ、まあ6分の4ぐらいじゃんね、その買ってるのは、でもさ、そのいろんな店舗で1個ずつ買うとさ、6分の1かけるなんだらなんだよね。そうだね。だからそう、当たる確率で言ったらさ、絶対に1個制限の方が厳しいんだよ。一番いいのはタカラトミーモールのあれが復活してくれればよかったんだけど、そう、俺もね本当はタカラトミーモールで6つ予約しようかなって思ってたんだけど、一瞬で終わっちゃってさ。そうね、多分開始もう5分もないうちに終わったかな。いやあれはきつかった。まああとね、こういう売り方は過去のねデスディアボロスとリスディアボロスっていうのを知ってる人がいたらね思い出すんだけどね、まあ、今回はレア1じゃないだけで、こいつは一応レアじゃないからわりかし当たりやすくなってるんだけど、あの時もね購入制限があって、しかもあの時ラインナップ8だっけ。そうだね、8の時だね。8分のしかも両方レアを当てなきゃいけない、かつ購入制限2とか3っていう、地獄みたいな時があったんだけど、ちょっとそれをねそこまでひどくないけど彷彿させたというか、思い出しちゃったところはあるね。まあでも手に入りやすいとは思うから。そうだね。ただ単にその入荷数が少ないだけだから、多分生産が増えれば手に入りやすくなるんじゃないかなと。まだ今後ね再販される可能性もゼロじゃないし、あと基本的に今までのベイブレードと同じだったら、こういうランダムブースターのレアベイとかっていうのは基本的には
後々再録される、色違いでそう色違いで再録されたり、ランダムブースターに入ることもあるし、基本的にはセット品、その3つぐらいベイが入ってるみたいなやつの中に入ってることが多いから、今無理して買う必要もないし、もちろんね転売の商品は買わなくていいと思うので、買える人は頑張って探して買ってみて、買えなかったよって人も、転売品とかに手を出すのはやめていただいて、どこかで入手できればいいなとは思っております。ということで、ちょっと入手しづらいかもしれませんが、皆さんぜひランダムブースターボリューム1手に取って遊んでみてください。ということで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。現在すずりさんというサイトでネストリングスのアイコンを使ったステッカーや缶バッジを販売させていただいております。ケースやカバンなどにつけてぜひご使用ください。なお、こちらでいただいた収益は全てネストリングスの活動のために使わせていただきます。